I can't! I can't! I can't do this anymore! Good morning, Baltimore. 皆さんこんにちは、ケンユマヨケミオです。ということで皆さん本日もよろしくお願いいたします。ということでですね、もう I can't do this anymore なんです。先週かな、もしかしたら10日前ぐらいかな、こちらの動画を上げたんですね。実は私今ニューヨークで新しい家を探してるプロセスの最中なんです。で、その内見に行ってる動画を上げたりとか、なんでお家を今回引っ越さなきゃいけなくなったとか、状況を説明する動画を上げたら、すごいたくさんの人が反応してくれて、ヤフーニュースとかにも上がったわけ。私が普段ギャルってる動画もニュースにしてよ。動画を上げてからたくさんの人が多分気になってると思うんですね。あれから家を見つかったのか、皆さんにちょっとアップデートを今日したいなと思ったんですけど、見つかりません。このままだと私もう道に住みます。ストリート、冗談は置いといてなんですけど、マジで見つかりません。はい。マジで、動画の中でもね、多分見てる人は、そんな大変なわけないじゃんって何回かもう2週間ぐらいしたら見つかってるはずだろうって、大げさすぎんだよ、このギャルって思ったかもしれないんですけど、本当に私も思ってました。どうせ動画を上げたぐらいの、ちょっとしたぐらいには何個かいい候補もあったので、見つかるかなと思ってたんですけど、I can't do this anymore. ちょっと、誰か来た。友達がうちの家に間違えてデリバリーを頼んじゃったらしい。ありがとう、ただです。いただきます。ただ飯ラブリー。ということで、何が起きてるかというと、動画のコメント欄でもたくさんあったんだけど、もうケミオくんお家購入すれば、アパートメント購入すればって言われたんですけど、購入って響き聞いた瞬間に私今年の10月で27歳になるんですけど、もう震えたわけです。正直何回か人生の中で考えたことがあって、アメリカって結構な人がお家を多分アパート、マンションをニューヨークとかだと購入する人が結構な人でもないけど、いるのね、ちらほら。正直なマジで to be honestly な話で言うと、買えないわけよ。買える頑張れば買えます。だけど、そこまで頑張ってまで買う必要ありますかって自分に聞いてみたんですね。やっぱり毎月のすごい額の家賃を払うんだったら、正直なこと言うと、長期的な長さで見るんだったら、購入した方が将来的にはお得なわけ。お得なの。それで私は人生で初めて初めて購入バイのやってみたんですね。バイを。こちらがですね、購入するとしたらで見つけたお家なんですけど、見てください。もうこれがもう本当にドリームアパートメント、ワンベッドルームのお家なんですけど、なんといってもね、私たち入った瞬間にもう興奮しまして、この日当たりがちょうどいいんですね。日当たりがもうこのちょうどいい感じで、こうやってもう吹き抜けっていうんですか、もうリビングルームから全てが見える感じとかがもう興奮しちゃって、まさかのキッチンもキムカーダシアンだし、こちらが一つのベッドルームなんですけど、ここがクローゼットで自分に自由にカスタムできるよみたいに言われて、ここはバスルームで2つシンクがついていて、トイレが謎にちょっとだけ空間あるみたいな感じで、もう本当にこことかにオフィスも作れるよって言われて、もうここに住みたいと思ってアパート購入、財産責任感。でも Oh my goodness、 本当に気に入ってしまって、それを見に行った時にね、で2回も戻ってもうツアーもしちゃったの。1回見学行って忘れられないと思って、お家の見学とかしたことある人は分かると思うんだけど、お家ってね、お家探す時って本当にすごいのが、こうやってこちらになりますって言って紹介される玄関開けた瞬間に、もう家一歩足をもうぶち込んだ瞬間にバイブスを感じるの。ここ私の家です、ここごめんなさい私の家ですってなるぐらい、入った瞬間にね、ここに決めなきゃっていうエナジーを体がね読み取る瞬間ってあるの。それを感じちゃったわけよ。それでお家を購入っていうのを今まで勉強したことがなかったから、どういうものなんだろうと思っていろいろ調べてみたの。アメリカでお家を購入するっていうのはどういうプロセスなんだろうと思って、ローンを組む、モーゲージとかいろいろあるわけよ。面接とかすごいいろいろあるのね、お家のタイプによって。でマイルズがすごい助けてくれて、マイルズのお母さんだったりだとか、こういう感じなんですねって言って、それを紹介してくださった方がめちゃくちゃいい人で、もしかしたらこんなクソガキが買えるかわかんないって思われたのかもしれないけれども、でも必要以上に接客をしてこないというか、どうしますかこの家購入しますかみたいな感じで、必要以上にメールもしてこないし、こちらから質問しない限りは何にも向こうから連絡が来ないし、こちらが質問したらそれにプラスアルファでアディショナルなインフォメーションをプラスでこうやってペタンってつけて返してくれるから、本当にこの人とは信頼できるかもっていうのを、フィーリングとフィーリング、僕らはいつも一心転身だったわけで、いろいろ迷っていたんだけど、今私たちの日本で何が起きてるか、そうやす Bitch, what the fuck is going on? Oh my god! 144円を超えました、1ドル。Oh my goodness, what the fuck! 本当に生々しい話とプライベートマジだらさらしまくってるんだけど、アパートを購入するってなったら、だいたい
1、2ヶ月ぐらいかかるの。45日か1、2ヶ月ぐらいかかるんだって。でもそんな急ピッチでさ、私、来週の月曜日からヨーロッパでファッションウィークが始まるから、来週の月曜日からヨーロッパに1週間行って、ニューヨークに戻ってきて、2日間だけ戻ってきて、そしたら日本に仕事で行かなきゃいけなくて、で、日本に仕事に行って、それが終わったら、日本から誕生日のブラックピンクのライブを見るために韓国に行かなきゃいけなくて、だからニューヨークに帰ってくるのは、本当にもう、10月のケツなわけ。ってなると、もう家出てかなきゃいけない時なのね。私も今回はお家を購入するとか何かを購入する、支配下、テリトリーを購入するっていうので、いろいろなんか人間の分析みたいな感じのも勉強してみたんだけど、日本だと一生に1回ぐらいしかお家は購入とかしないんだけど、多分、うちのとか家そうだったんだけど、アメリカって生活スタイルに合わせて家何回も買い替えるのね。まあでも大切な買い物だけど、例えば子供ができた時、結婚する時とか、人生で3、4回ぐらい、3回とか2回とかはみんな家を買えたりするの。売って買って、売って買ってっていうのをするんだって。全然違う。家って一生1回買ったら、もう一生そこに住み続けるものだとうちは思ってたから。で、こんな急ピッチの間にわざわざ決断出して買うまでもないし、まだまだそんなになんかお家を購入とか、私26で思うんだけどさ、この中で車持ってる人います？すごいよ、あんたたち。私ね、周りの友達とかで車運転してる友達とか、車買ったよ車検とか保険とかやってる友達とか聞くと震え上がるの。車とか何かを所有する、自分のなんていうの、財産を所有するっていう響きというか、すごいことだと思うのね。ごめんね、すごいバカな発言に聞こえてたら、私ビビっちゃうの結構。だってまだこんなにさ、自分のさ生活ももう中途半端でさ、もうほんとジェットコースターみたいな生活で、そこら中にゴミも散らかりまくってて、もうどうしようどうしようって常に毎日がさ、もう夏休みのさ宿題を最終日みたいな感じのテンション感で生きてるこんな私がお家をゲットする、車も無理だし、それをこうやってなんか家を私が自分でなんかゲットするっていう響きにビビっちゃってやめました。ミキマウスなので、レンタルの方向に戻したんです。そして私のこの3週間ぐらいのスケジュールは、朝起き上がります。コーヒー飲みます。そしたらもう速攻パソコンでもブルルルって毎日アップデートされる新しい物件を探しまくるわけ。もうそれがもう毎日の物件。そんなにさ、毎日見てても上がってこないわけよ。1日1個2個上がる時もあれば、0個しかない時もあって、もう本当に釣れる時もあれば釣れない時もあるのね。で、釣れた時はもう私が一番です。もう掲載されて一番最初に私が見学行きますみたいな感じのぐらいの勢いで、もう全部アポイントメントを作ってたわけ。で、いいところを見つけました。私の未来のドリームハウスを見つけたんです。で、私本当に今言った通りに、もう一番最初に連絡して、一番最初に見に行ったんです。もう電話して今からでも行かせてもらえませんかって、前で仕事中だったから、じゃあ今来てくれるならいいよって言われたから、前で仕事中だから無理だからと思って一人で行ったわけ。で、Hi, nice to meet you みたいな。この家、I love this house so much. Let me see 見せてくださいみたいな感じで見せてもらったんだけど、もうここも入った瞬間に、前回の動画でも紹介した家とかいろいろあるけれども、ダントツでマジでナンバーワンで、早くみんなに見せたい。今はみんなに見せないようにしておくね。もし決まったら見せるし、決まんないっていうことが 100% 確定したら見せるんだけど、本当に入った瞬間に、あ、私ここに住むんだと思って、もう全部生活が見えたの。家を火災報知器鳴らしてる私も見えたし、もう買い物中毒の私でも家にもうなんていうの、もう段ボールだらけの私も見えたし、マイルズとこうやって喧嘩してるもう姿もこうやって見えたし、もう全部が見えちゃったわけ、私この家で。で、私はこの家で映画を作りますっていうのを言っちゃったの。I would like to make a movie here。そしたらもうその紹介してくれる人も What the fuck みたいな、もう何言ってんのこの人って思ったけど、はーって感じですごい素敵な家だったわけで、ここでニューヨークのお家探しの罠というか、もう長い戦いの穴が待っていたんです。紹介しますね。まず、アメリカでお家を探したことがある人はわかるかもしれないんですけど、そういうね、情報もまだまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないので、私もわかる限り、自分の実体験のわかる限りでご説明させていただきますと、根本的な部分で日本でいうマンションっていうのはアパートっていうんですね。ああいうみんなが住むこう集合住宅みたいなアパートっていうんです。日本はアパートって言ったりマンションって言ったりあるけど、アメリカの場合はマンションって言うと、もうセレブが住むようなもう豪邸をマンションって言うんです。I live in マンションって言ったら、あんた帰りじゃんだみたいなテンションになっちゃうんです。まず一つ目がレンタルタイプのお家があるので、レンタルタイプのアパートがあって、それはもう本当にビルからお家を借りるみたいな、その管理会社がビルがあって、そこからお家をレンタルするっていう、私もそれ一回経験したことがあるんだけど、審査とかもすごい楽だったのね。次がコープタイプっていうのがあって、これが本当にめんどくさくて、これが本当に、めんどくさいって言葉遣いしちゃいけないのかもしれないけど、このコープタイプのお家を借りるってなったら、面接とかがあるの。そのアパートの一部屋を借りるとしても、
もその全部の人たちがこの同意した人しか住めないとか、みんなで面接してすでに住んでる人たちが、あ、この人はここに住んでも私たちはね安全して生活できるわよね、ははみたいな感じのテンションというかバイブスが揃わないと住めないわけ。家を借りるのに面接があるんだよ。 Oh my goodness、 新しいこの世界。 I'm new to this world。 次がコンドミニアム。コンドってみんな訳して言うんだけど、これがなんか日本で言うと分譲マンションみたいな感じのテンションのやつで、なんかさっきの言ったコープっていうのと比べるとなんかすごいルールとかもあんまりなくて結構自由にいろいろできる感じで、まあでも審査はいろいろあって、次がルームシェアタイプ。例えば誰かがもともと住んでるところに誰かがその住んでる人がもう誰か入ってくれる人募集してますっていう感じでネットとかで見つけて Facebook とかでうち LA 住んでた時はルームシェアを探すのやってたんだけど、それでルームシェアタイプっていうのがあるのね。だからいろいろアパートタイプにもいろんなものがあるの。私は先ほどお話をしたもうここに決めますっていうお借りするお家をもうプロセスをスタートしたんです。借りますってブローカーさんに話しました。そしたらブローカーさんが今多分オーナーさんに話してくれてるの。オーナーさんにここに借りたいっていう人が来ましたと。で、この人は、なんかまず最初にブローカーさんに聞かれたの。家賃いくら払いたいですかって言われたの。で、いくら払いたいですかって、このウェブサイトに掲載してある、私がインターネットで見て内見に行った時に、この記載してあるいくらいくらで募集してますっていう金額じゃないんですかって言ったの。したら、あ、それはアスキングプライスですって言われて、例えばそれが10万円だとすると、10万円でオーナーさんに私10万円で住もうと思ってますって言って、話しかけることもできますけれど、さらに上に上げることもできるし、下にできることもできますって言われて、じゃあ下に行こうかなって思ったの。したら、これの落とし穴というか、これの仕組みは、なんかオファーって言うんだけど、自分がそのオーナーさんに入居の申請書を出す前に自分の情報を全部見せなきゃいけないのね。家賃はちゃんとオンタイムで払ってきてるかとか、クレジットカードは滞納してないかとかっていうのを、なんかこう、軽い感じでまず見せなきゃいけないの。まだ軽い感じには全部は見せなくていいんだけど、それでブローカーさんがオーナーさんにプレゼンテーションするの。この人が、ケンミオが来てますと。ケミオはこんな感じで、この金額で住みたいと言っています。どうしますかオーナーさんっていう今プロセスなの。で、このオーナーさんが、ケミオいい感じだね。このビルに住んでもケミオいいバイブス持ってきてくれそう。いいよって言ったら、次にやっと、じゃあ入居のプロセスが始まるの。マジで先が長いわけ。で、今めっちゃ怖いことが起きてるのが、そのさっき話したオファーとかいくらっていう話があったじゃん。そしたらそのブローカーさんに言われたのが、なんか他にも2組、あなたを入れて3組、オファーを今入れようとしていますって言われて、もしこの2組のオファーがうちよりも、うちはその表示してあった家賃で住みたいですって言ってるんだけど、それよりも高く払うって言ったら、うちももっと払えますよっていうのを向こうに渡さない限り、もうこんな感じになるの。もうオークションになるの。お家を借りるのにオークションみたいな感じになるわけよ。Oh my god じゃない。なんで家賃が滞納すんの。本当に毎日ねストレスで、ごめんねすごい今日テンションが高いというかよく喋ると思うんだけど、もう本当に毎日ストレスなの。正直なことを話すと、お家を探すのってさめちゃくちゃストレスじゃん。で、私さっきも言ったように来週の月曜日から2週間ヨーロッパ行ってって言って、次ニューヨークに帰ってくるの10月の中旬とか下旬だから、もうこれが決まらなかったらうちマジで本当にリアルに言えないの。マジでもう家出てかなきゃいけないの。だからもう本当にどうしよう。Oh my god。 もうやってらんないからもうコーヒー作る。もう普通にカフェイン入れないと私もうやってらんない。マジでどうしよう。本当にオーナーさんと話してくださっていて、これでオーナーさんがちょっとケミオは違うかなみたいなテンションだったら、うちマジでもう終わり。本当に終わり。こんなに時間をかけてめちゃくちゃいろんなとこ行ったけど、こんなに住みたいって思った家が見つかって、もう条件も金額も全部マッチでマイルズとも住めるし、ワンちゃんも OK で、もうラッキー Yes let's go みたいな感じになって、これでもしダメって言われて振り出しに戻るってなったらもう終わり。もう本当に私終わり。もう終わった。 Oh my god。でもおかしい。私おかしいの。ごめんね。おかしい。それおかしいの。そしてさ、荷物がさ死ぬほど多いじゃん。だからこれはダメだと思って絶対に大変なことになると思ったから、もう使わない家具とかリサイクルの販売のところに手続き持ってったりとかいろいろやってるわけね。ヨーロッパに行く前とかまた旅をし始める前に。だけど本当にどうしよう。次の家とか引っ越す前とか、今住んでるところのなんかオーナーさんからレターとかもらわなきゃいけないの。今私はここの住んでる人に、すいません次引っ越しするので私がどういう住人だったかをレターを書いてくださいって言って、そのレターをもらって提出とかしなきゃいけないの。これ日本でもやる？すごいステップが多いわけよ。だから何人も1個の書類を集めるのにいろんな人とやり取りを何回もしなきゃいけないから、で休日とか挟むとそれでまた遅れて、でその間に誰かがなんかオファー入れちゃったりとか、なんか住みますとかっていうのを出しちゃって、その書類がコンプリートしちゃったらもう終わりなわけ。Today is so stress なので本当 I'm so sorry です。
帰ろうかも帰ろうよ。この間の YouTube のお家探してますっていう家が見つかりませんって動画を上げた時にコメント欄でなんで日本に帰ればいいじゃないですかって友達もおじいちゃんもいるしそんな日本とアメリカ行ったり来たりしてるんだったらって言われて思ったことがあってそれで考えてみたの。確かにこんなに大変な状況でここまでしてまでニューヨークにいたい理由は何なんだろうって考えてみたの。でも私はまだ帰れないだって何も成し遂げてないもん。自分の中で胸を張ってもう満足いったってやることを自分のやりたいこともできたし帰ろうっていう気持ちにはまだなれない。今までアメリカにねこの6年住んでた間で何回か泣いてもう帰ろうって決めた時あるけれど今の状況なんてもう比にもならないぐらいもっと大変な時とかあったけれども帰れないまだ私はまだ戦うのここでファイあとね6年も住んでるとねもう生活のベースがここでできてしまってるからなんかもう簡単にもういいや引っ越そうみたいなそんな甘いテンションで決断を下せない。この荷物どうするこれどうするマジでってな感じでギャルズのみんなもいつも動画見ながらお家決まりましたかってすごい心配の声とかいろいろ気になる方とかいらっしゃると思うんですけどこんな感じのアップデートが今来ております。なので今そのアゲな私が住みたいっていう家が決まれば皆さんにお見せすることができます。ということで皆さんこんな感じでですね動画をお届けしてまいりましたけど最近のなんかアップデートみたいな感じでお家の感じの状況とかいろいろお届けしてきましたけどアップデートがありましたらいろんなソーシャルメディアとかでお話ししたいと思いますのでございます。あとこっからの動画はまた今年の初めの方にあったようにヨーロッパによしとみちとまた行くのでその動画楽しみにしててください。ギャルズ in ヨーロッパ第2弾が始まります。あと誕生日は韓国なのでなのでお楽しみに。いつもみんな動画見てくれてありがとうね。またよろしく。バイねー。